皆様こんにちは、セリナです。前回、大手5社のベスコスランキングのうち、一番多く1位を獲得していたベストコスメをメイクしながらご紹介しましたが、今回の動画では、2022年下半期、マイベストコスメをご紹介させていただきます。下半期も素敵なアイテムがたくさんで、なかなか選ぶのが難しかったので、今回限定品として発売されたアイテムは除外させていただいています。限定品も合わせたお気に入りアイテムなどはまた別の機会にご紹介させていただきたいと思います。それでは早速始めていきます。それではファンデーションからご紹介していきます。前回と同様、下半期は新作のデボコス下地をご紹介しなかったので、今回はこちらの私のお気に入り下地のイヴ・サンローランボーテのピアショット UV50 を塗っています。下半期は本当に色々な形状のファンデーションが発売されたので、私のランキングの方でもリキッドファンデーションとクリームファンデーション、そしてコンパクトファンデーションとクッションファンデーションの4つに分けてご紹介していきます。まずはリキッドファンデーションです。リキッドファンデーションはこちら。ゲランのパリュールゴールドスキンフルイドマットです。こちらのファンデーションは月ごとにご紹介している今月の買ってよかったアイテムでご紹介させていただいたり、動画内でもよく名前を挙げているので、私のベスコスに入ってくるんじゃないかなと予想していた方もいらっしゃると思いますが、ナチュラルなカバー力のファンデーションが多かった今期の中でも、特にハイカバーで崩れにも強いのに、スキンケアファンデーションなので、長時間塗っていても乾燥してくる感じが気にならないというところがお気に入りポイントです。ちょうど前回のサブチャンネルでご紹介したイプサの新作リキッドファンデーションもハイカバーでセミマット仕上がりなのにタップすると綺麗なツヤが出てくるところなど仕上がりがすごく好みでしたが、乾燥よりも皮脂崩れが気になる肌タイプの私には少し保湿感が高かったので、乾燥が気になるという方にはこちらも同じくらいおすすめで悩みましたが、今回はゲランのパリュールゴールドスキンフルイドマットにしました。ではこちら側半分に塗っていきますが、このファンデーション唯一気になるところが肌にピタッと密着するのが早いので、指塗りだと少し塗りにくいと感じるところなので、ブラシを使って塗るのがおすすめです。こちらは同時発売の専用ブラシです。こんな感じの毛の密集しているカブキブラシで塗ると、一塗りでもさっと綺麗に肌に密着してくれて、少し塗るだけでもしっかりとカバーしてくれますよね。ハイカバーのタイプのファンデーションがお好きな方には本当におすすめです。はい、こちら側半分、ゲランのパリュールゴールドスキンフルイドマットを塗りました。コンシーラーなしでも赤みや色ムラなどをカバーしてくれて、ファンデーションだけでも仕上げられるほどにしっかりとしたカバー力です。同じシリーズでグローも発売されていますが、今回ご紹介しているマットはハイカバーなのに顔の立体感は残してくれるような重くなりすぎないセミマットなので、この仕上がりもすごく綺麗だなと思っています。近くで見ても厚塗り感もないのにちゃんとカバーしてくれているところも嬉しいですよね。続いてはクリームファンデーションです。クリームファンデーションはこちら。アンプリチュードのロングラスティングクリームファンデーションです。今期はスキンケアファンデーションを中心にクリームタイプのファンデーションもたくさん発売されましたよね。アンプリチュードはこんな感じのチューブタイプになっていて、さらにポンプ式で出るタイプになっているので、見た目はとてもリキッドファンデーションのようですが、中身はクリームタイプです。アンプリチュードのクリームファンデーションの良さは、なんといっても伸びの良さで、肌の乾燥が気になるときはもちろん、肌が不調でうまくファンデーションが塗れないというときにもかなり使いやすいのに、ある程度のカバー力があるところです。実際にこちら側半分に塗ってみたいと思います。こんな感じで滑らかでスルスルと肌の上に伸びて、でも緩すぎないのでしっかりと肌にも留まってくれるというなかなか珍しいテクスチャーです。組み合わせる下地も選ばないので、そういったところも使いやすいポイントです。
はい、こちら側半分にアンプリチュード塗ってみました。ゲランほどハイカバーというわけではないですが、重ねていくことでちゃんと赤みや色ムラもしっかりカバーしてくれるので、この塗りやすさでこのくらいカバーしてくれるところがすごくいいですよね。クリームファンデーションなのでこんな感じの綺麗なツヤも出ますが、ツヤツヤしすぎるわけではなく、素肌のような自然なツヤ感なところも使いやすいです。塗りやすいけど、ファンデーションでもある程度のカバー力が欲しいという方にもぴったりで、ファンデーション初挑戦という方にもおすすめです。続いて、コンパクトファンデーションです。こちら、スックのグロークリームコンパクトです。5社のベストコスメの集計でも1位を獲得していたスックのグロークリームコンパクトが、私も個人的にとてもお気に入りのアイテムです。こちらも何度か動画内でご紹介していますが、とにかくむき卵のようなつるんとしたツヤが本当に綺麗です。先ほどと同様、イヴ・サンローランボーテのピアショット UV を下地に塗ったので、こちら側半分に塗っていきます。このファンデーションは塗っていると必ずどこのファンデーションですかと言われるので、他の人から見てもすごく綺麗に感じるんだなと思っています。一塗りでつるんとした綺麗なツヤが出てきます。はい、こんな感じです。動画でここ3連続くらいでご紹介しているアイテムなので、簡単にお見せすると、カバー力はそこまでハイカバーというわけではないですが、重ねていくことで、このつるんとしたツヤを保ったまま、ある程度の赤みや色ムラはカバーしてくれます。素肌のような自然なツヤ肌がトレンドだった今季の中でも、珍しくしっかりとツヤを感じるようなファンデーションです。続いてファンデーション最後、クッションファンデーションです。イヴ・サンローランボーテのラディアントタッチグローパクトです。前回のベスコス動画で初めてご紹介したポーラ BA のクッションファンデーションも張り感のあるツヤとカバー力の高さがとても綺麗で、どちらにしようかとても悩みましたが、イヴ・サンローランボーテのグローパクトはみずみずしい質感のファンデーションが肌にピタッと密着して、自然なのにカバー力があるというところがすごく綺麗だなと感じたので、今回はこちらにしました。こちら側半分に塗っていきます。中身はこんな感じのメッシュタイプになっていて、みずみずしいリキッドが入っています。こんな感じで、とてもみずみずしくて軽いので、重たいファンデーションが苦手という方にも使いやすいです。はい、こちら側半分、イヴ・サンローランボーテのグローパクトです。カバー力はだいたいスックのクリームコンパクトと同じくらいですが、イヴ・サンローランの方がよりみずみずしいので、肌の軽やかさも残しつつ、ある程度の赤みや色ムラもカバーしてくれています。みずみずしさが肌の上で光を反射して光るところが綺麗ですよね。はい、まずファンデーションは、リキッドファンデーション、クリームファンデーション、コンパクトファンデーション、そしてクッションファンデーションの4つのタイプに分けてご紹介していきました。各社のベストコスメでは特に素肌に近いようなカバー力も仕上がりもファンデーションを塗っていないかのようなナチュラルなものがランクインしていましたが、私としては肌の色ムラや肌トラブルが気になるのと、しっかりとベースを塗っている感を出すことでアイメイクなどのポイントカラーのメイクも綺麗に見せたいというところで、比較的ハイカバーなアイテムをセレクトしました。ハイカバーな分、立体感を失わないファンデーションをセレクトすることで、厚塗り感がなく使えるので、ゲラのマットもハイカバーでセミマットタイプですが、程よい肌の立体感を残してくれる感じですし、他のアイテムもツヤで立体感を出してくれるものがより綺麗だったなと感じました。今回ファンデーションはイヴ・サンローランボーテのラディアントタッチグローパクトで揃えたので、続いてコンシーラーをご紹介していきます。コンシーラーはこちら、アディクションスキンリフレクトフィックスコンシーラーです。カバー力の高いコンシーラーは、すごくナチュラルなファンデーションなどの上に重ねると、どうしてもカバー力が高い分、ファンデーションとコンシーラーの境目ができて、うまく馴染んでくれないということが多いと思いますが、こちらのコンシーラーは、
カバー力は高いのに素肌に綺麗に馴染んでくれるというアイテムで、ハイカバーとコンシーラーを塗っていないかのような自然な肌っぽさというところを両立してくれています。数あるコンシーラーの中でもすごく綺麗なアイテムだなと思いました。ちょうどこちらにあるニキビ跡に塗ってみます。チップから直接少量を出して、指でタップしていきます。こんな感じでとてもハイカバーですが、綺麗に肌に馴染んでくれて、しっかりとカバーもしてくれます。コンシーラーを塗った厚ぼったさや重たさは全然なくて、軽くて肌に溶け込んでくれるところがすごく綺麗ですよね。はい、気になる部分、コンシーラーでカバーしました。全然コンシーラーを塗った場所がわからないくらいしっかりと馴染んでくれて、カバーもしてくれています。目の下などの明るさ出し用のコンシーラーというよりも、気になるところをしっかりとカバーしつつ自然になじませたいという時にぴったりのコンシーラーです。このコンシーラーは特にお気に入りアイテムで、私は毎日のように使用しています。では続いてフェイスパウダーです。アディクションのインビジブルエッセンスルースパウダーのトランスルーセントです。トランスルーセントは5社のベスコスランキングの中にもたくさん名前が挙がっていましたよね。先ほどご紹介したコンシーラーと同時に発売されたアイテムで、こちらも肌表面はさらりと滑らかに仕上げてくれるのに、全然粉っぽさがなくて、肌の毛穴や凹凸を綺麗に見せてくれるフェイスパウダーです。私は普段パウダーを塗るときはブラシを使うことが多いですが、こちらのパウダーは専用のパフにとって塗っていっても全然重たく粉っぽくならないので、直接塗ってもこんな感じですごく綺麗な仕上がりです。はい、こちら側半分にパウダー塗ってみました。トランスルーセントタイプなので、パウダーなしの方と比較すると若干ツヤは落ち着きますが、ちゃんと程よく頬の高い位置にもツヤは残っていて、何よりもパウダーを塗った感が全然ないですよね。近くで見てもこんな感じでとても自然です。ベースメイクの崩れを防止したいからパウダーは塗りたいけど粉っぽくなるのがどうしても苦手という方にすごくおすすめのアイテムです。パウダーを塗ることで逆に毛穴や凹凸を滑らかに見せてくれて、触り心地もとてもいい肌に仕上げてくれます。今期のアディクションのベースメイクは素肌っぽい自然な仕上がりのファンデーションの素肌感を残したままカバーしてくれるコンシーラーや、粉っぽさは感じないけど快適に過ごさせてくれるようなパウダーなど、トレンドと実用性を兼ね備えたアイテムが多かったなと感じました。はい、両方にパウダーを塗りました。続いてハイライトです。ハイライトはこちら。ローラメルシェのローズグローイルミネーターです。ローズグローイルミネーターは以前限定色として発売されてすごく人気だったものが定番色として復刻したアイテムです。こちらのハイライトはツヤも綺麗ですが、ほんのりと血色感と少しヘルシーさも感じるようなローズカラーが肌の上に乗るので、私は夏の間に外出するときにチーク代わりとしてマスクから見える位置に血色感を与えるためにこちらを必ずつけていました。こんな感じでギラギラしすぎないというところも使いやすいポイントです。こちら側半分の C ゾーンに塗ってみました。カラーがわかりやすいように何度かしっかりと重ねて発色させるとこんな感じで、チークなしでも血色感が出てすごく綺麗ですよね。強いラメのきらめきでギラギラしてしまうというわけではなく、パールの程よい発光感が今季のトレンドの素肌っぽいナチュラルな肌との相性もいいです。マスクからこのローズカラーが見える感じがすごく可愛いので、マスクをしていて少し血色感が欲しいなと感じた時にぜひプラスしていただきたいアイテムです。はい、眉とアイライン、マスカラ、そしてシェーディングまで仕上げました。
続いてアイシャドウパレットです。こちらルナソルアイカラーレーションの16番マンダリンガーネットです。下半期も各ブランドからたくさんの可愛い新作カラーが出て、どれにしようか本当に悩みましたが、エレガンスのヌーベルアイズの34番とこちらの16番のマンダリンガーネットで悩んで、最終的にルナソルに決めました。何よりもこの偏光ラメのカラーがすごく可愛くて、赤みやパープル系のベースにグリーンの偏光ラメのカラーって意外と多いですが、こちらのカラーは赤みのニュアンスとグリーンの偏光パールのバランスが良くて、しっかりとおしゃれ感も出してくれるのに、やりすぎ感が出ないところがルナソルの偏光カラーらしくて、とても可愛いなと感じました。では全色を使ってメイクをしていきます。まず C のカラーを指に取ってアイホール全体に塗っていきます。このカラーがこんな感じでしっかりとベースのカラーもつきつつ、華やかなラメもキラキラと輝いてくれます。天然石モチーフというコレクションでしたが、本当に天然石のようなきらめきが可愛いですよね。続いて D のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色として塗っていきます。ベースが赤みがかったパープル寄りのニュアンスも感じるようなカラーなので、この深めのパープルのカラーと組み合わせると、よりパープルニュアンスが強くなります。このダークなパープルも意外と最近では珍しくて可愛いですよね。続いて A のカラーをブラシに取って、下まぶた全体に入れていきます。微細なパール感を感じて艶めきがあるタイプなので、ベースとして塗るのにも可愛いです。最後に B のカラーを付属のチップの細い面に取って、下まぶたのまつげの際に細くライン状にオレンジを入れていきます。こちらはルナソルらしい明るめのオレンジカラーです。はい、ルナソルアイカラーレーションの16番マンダリンガーネット全色を使ってメイクするとこんな感じです。今回は偏光パールのカラーとパープルをメインに使ったので、透明感があるような寒色系のニュアンスのメイクに仕上がりましたが、下まぶたに使ったオレンジのカラーと合わせると、もう少し柔らかい印象も楽しめるなど、暖色系、寒色系、両方が楽しめるパレットです。今年は滲むような柔らかいカラーも多かったですが、このマンダリンガーネットのように少し深みのニュアンスがあるカラーも素敵ですよね。トレンド感もありつつ、上品さもある仕上がりのところがお気に入りポイントです。では続いてチークです。チークはこちら、アンプリチュードのコンスピキュアスチークス13番のピンクブラウンのカラーです。今期はこういったピンクベージュ系のカラーがとても人気でしたよね。個人的にももともとピンクベージュのチークがすごく好きなので、どれにするかとても悩みましたが、アンプリチュードの13番はこの上の A のカラーのベビーピンクのような発色がすごく可愛かったので、こちらにしました。一応このカラーはハイライトカラーとなっているので、肌の上にのせてもそこまでしっかりカラーがつくというわけではないですが、このベビーピンクがとても絶妙で、こんな感じで、チークは濃く発色させすぎたくないけど、ほんのり柔らかいニュアンスが欲しいという時にぴったりです。今、ローズグローイルミネーターを塗っているので、あまりチークの感じがわかりにくいかなと思いますが、チークレスなメイクにしたいけど、塗らないとなんだか顔全体が引き締まらないなという時や、ふわっと柔らかい雰囲気に見せたい時にすごく可愛いです。さらに上から下のブラウンのカラーも合わせるとこんな感じで、スッと程よい陰影をつけることもできます。ベビーピンクの感じとブラウンをのせた時の引き締まる感じが両方楽しめるところがいいですよね。では続いてリップスティックです。シャネルのルージュアリュールの209アルタエゴのカラーです。
定番のシャネルルージュアリュールシリーズにヌーディーカラーのコレクションとして加わった新色で、絶妙な赤みを感じる上品さがとてもシャネルらしくてお気に入りのカラーです。はい、実際に塗ってみるとこんな感じです。シャネルのリップは塗るだけで一気に上品なメイクにまとめてくれますよね。少し深みのあるアイメイクとの相性も抜群です。はい、そして最後、リキッドリップです。こちら、RMK のリクイドリップカラーの06番のアラモアナモーブです。実はこちらは前回の5社のベスコスランキングの中の1位を獲得したアイテムで、その際に初めて使ったのですが、あまりにも可愛かったので、急遽こちらをベストコスメに選びました。本当はシアーマットタイプのアディクションのザ・リクイドリップカラーの021番ととても悩みましたが、RMK のツヤもあるのに発色も良くて、リップにもグロスにもない良さがあるところと、色出しがとても可愛いなと思いました。はい、塗ってみるとこんな感じです。しっかりと発色のいいリップを塗って、その上にグロスでツヤを出したようなツヤ感と発色で、唇を綺麗な形に見せてくれますよね。こちらの06番はとても絶妙な青みを感じるピンク系カラーなので、暖色系のメイクにも寒色系のメイクにも組み合わせやすいです。このリップは他のカラーも揃えたいなと思うほどの質感でした。はい、ではこんな感じで2022年下半期マイベストコスメを使ったメイクが完成しました。ベースはハイカバーな分、適度にツヤを感じるものを選んで立体感を残しているのと、アイシャドウはトレンドの暖色と寒色のミックス感も残しつつ、少し深みのある上品カラーで、チークとリップは肌なじみのいい王道カラーをセレクトしました。トレンド感も感じつつ、上品なカラーが今季は特に可愛いなと感じました。ぜひ皆様の2022年下半期のベストコスメも教えていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。